出した心理テクニック。心理学は私たちが人生をより豊かに生きるための指南書です。この動画では心理学の基礎的な概念から実践的なテクニックまでを解説し、あなたがより充実した人生を送るためのヒントを提供します。うつ病の原因は甘えか？うつ病を甘えと誤解している人たち。こんにちは、皆さん。今回はうつ病に対する誤解について脳科学の視点から解説していきます。まだ多くの人がうつ病をただの甘えだと思っているため、誤解を解くことは非常に重要です。うつ病は深刻な病気であり、気分の低下や無気力感、食欲不振、睡眠障害、集中力の低下などの症状が現れます。その原因は、脳内物質のバランスの崩れやストレスなど様々な要因が考えられます。今回は、うつ病に関する正しい知識を提供し、うつ病に苦しむ人たちの誤解を解くことを目的としています。うつ病の症状について。うつ病は、気分の低下や無気力感、食欲不振、睡眠障害、集中力の低下などの症状が現れます。これらの症状は、日常生活に深刻な影響を及ぼすことがあります。うつ病は、単なる悲しみやストレスとは異なり、精神疾患の一つであり、治療を必要とする病気です。うつ病になりやすい人の特徴。うつ病になりやすい人の特徴としては、以下のようなものが挙げられます。遺伝的要因。ストレス耐性の低下。性格的特徴。身体的疾患。薬物、アルコール依存症。睡眠不足。遺伝的要因、家族にうつ病を発症した人がいる場合、その人の血縁者にもうつ病を発症するリスクが高まるとされています。ストレス耐性の低下、ストレスを感じやすく、それに対する耐性が低い人は、うつ病になりやすい傾向があります。性格的特徴、完璧主義的な傾向や、社交不安障害など、うつ病になりやすい性格的特徴がある場合、うつ病になりやすくなるとされています。身体的疾患、心身症や慢性疲労症候群などの身体的疾患がある場合、うつ病を発症するリスクが高まるとされています。薬物、アルコール依存症、過剰な薬物アルコールの使用が、うつ病を引き起こす原因になる場合があります。睡眠不足、長期間の睡眠不足が続くと、うつ病を発症するリスクが高まるとされています。脳内物質のバランスの重要性。うつ病の原因とされる脳内物質のバランスの崩れは、セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリン、そしてコルチゾールなどが関係しています。これらの物質のバランスが崩れると、うつ病の症状が引き起こされる可能性があります。セロトニンの役割。セロトニンは、幸福感やリラックス感をもたらす神経伝達物質であり、不足するとうつ病のリスクが高まります。セロトニンが増えると、気分が安定し、不安やうつ病の症状を軽減する効果が期待できます。ドーパミンの役割。ドーパミンは、報酬系の神経伝達物質であり、やる気や集中力、快感などをもたらす役割を担います。ドーパミンが不足すると、うつ病や注意欠陥、多動性障害、ADHD などの症状が現れる可能性があります。ノルアドレナリンの役割。ノルアドレナリンは
ストレスへの対処や注意力、集中力の向上に関与する神経伝達物質であり、過剰に放出されると不安障害や高血圧、不眠症などを引き起こす可能性があります。コルチゾールの役割。コルチゾールはストレスホルモンの一種であり、ストレス状態においては増加します。長期間にわたるストレスやコルチゾールの異常な分泌が続くと、うつ病のリスクが高まることが知られています。コルチゾールが過剰に分泌されると、脳内のドーパミンやセロトニンなどの神経伝達物質のバランスが崩れ、うつ病の症状が現れる可能性があります。さらに、コルチゾールが長期間高い状態にあると、脳内の神経回路が変化して、うつ病の慢性化や再発を引き起こすこともあります。つまり、コルチゾールの異常な分泌は、うつ病の発症や悪化につながることが示唆されています。コルチゾールの異常な分泌。では、なぜコルチゾールの異常な分泌が起こるのでしょうか。それは、ストレスが原因の一つとして考えられています。ストレスが続くと、脳内の視床下部から副腎皮質に信号が送られ、副腎皮質はコルチゾールを分泌します。これは、ストレスに対する身体的な反応であり、本来は一時的なものです。しかし、ストレスが長期間続くと、コルチゾールの分泌が過剰になり、上述のようにうつ病のリスクが高まることにつながります。また、コルチゾールは脳内の神経回路にも影響を与えます。過剰なコルチゾールは、脳内の神経細胞をダメージを与えたり、神経回路の発達を妨げたりすることがあります。これが、うつ病の慢性化や再発につながる一因となります。まとめ。以上、うつ病を甘えだと決めつけるのではなく、脳科学的な観点から考えることが大切です。うつ病は脳の化学物質や神経回路の異常によって引き起こされる病気であり、患者さんたちは甘えているわけではありません。適切な治療を受けることで、脳のバランスを取り戻し、うつ病から回復することができるのです。うつ病はただの甘えではなく、深刻な病気であることを、この動画を通じて理解していただけたことを嬉しく思います。うつ病を抱えている人が自分自身や周りの人から理解を得られることができるよう、私たちにできることをしていきましょう。うつ病についての正しい知識を広めることで、多くの人を救うことができます。以上、私たちが心理学の知識を実践することで、周りの人々にも良い影響を与えることができます。私たちが自分自身に対する理解を深め、より健康で幸せな人生を送ることができるようになると、周りの人々も同様に影響を受け、より良い関係を築くことができるでしょう。この動画を視聴することで、あなた自身や周りの人々がより健康で幸せな人生を送ることができるようになることを願っています。心理学の知識を実践することは簡単なことではありませんが、少しずつ取り入れていくことで、自分自身と周りの人々との関係を改善し、健康で幸せな人生を送ることができるようになるでしょう。この動画が良かったら、いいね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。